メイプルリーチのエミです。皆さんお元気ですか？今日のお題は真実はいくつある？というお題です。かれこれ20年から30年前に、私のカナダのお母さん、お友達に言われたことがあるんですけれども、その方はね、私の結婚式の時に父親の代役でバージンロードを私と一緒に歩いてくれた方なんですね。その当時何十年前、もう30年くらい前だよね。日本で会社を経営されていて、リタイアした後に奥さんと一緒にカナダで暮らしていた方なんですけれども、その方にね、エミちゃん、真実は一つなんだけど、でも真実は一つとは限らないんだよって言われたんですね。で、その頃の私は、この謎かけは何なんだろう、全然意味を理解してなくて、その答えもわからなかったんです。ちんぷんかんぷんでした。年を重ねていろんなことを人生で経験していくうちにね、その方がおっしゃられていた言葉がなんとなくわかるようになりました。もしかしたら私の解釈が間違っているかもしれませんが、私なりに謎解きをしたことをね、今日はお話しいたします。じゃあ例に挙げるのを何にしようかって考えた時に、私の離婚を例にとってお話ししますね。宇宙から見た私の離婚は一つなんです。ただ単に私と元旦那が離婚したという事実なんです。それで私の真実は、14年間の結婚生活を終えたい、自分で考えた幸せを作っていきたい、いろいろな思いを抱えて離婚をしましょうと切り出し離婚しました。これ大雑把なんですけれども、これが私から見た離婚の真実なんですね。さて、元旦那の真実はどうでしょうか。いきなり離婚を切り出された。理由は考え方の違い？納得できるか？俺は別れない。まあ彼の心の奥底を覗いたわけではないので、どのような真実だったのかは分かりませんが、私なりに彼の真実は何だったのかなと考えたら、こういったものが出てきました。私の真実と彼の真実は、離婚という出来事に対して一緒ではないんですよ。エミちゃん、真実は一つではないんだよという言葉をね、思い出すたびに、私が長年勤めていた上司との確執も、彼女の真実と私の真実は違うんだよなと納得しています。彼女の立場からの見解と私の立場からの見解、立場が違うから見解が違って当たり前なんですよね。でもその当時は理解できなかったんです。もし今あなたが親と、あるいは子供と意見が食い違って喧嘩みたいなしてるんだったら、どうかね、お互いがどこで歩み寄れるか考えてほしいんですよ。これ、私、娘と息子がティーンエイジャーの時にこの方法を知っていれば、子供たちと衝突する回数とかすっごく減ってたと思います。今年いっていろんなことをこう経験して、あの時こうすればよかったなって思うのが、子供と同じ意見っていうのは絶対ないじゃないですか。こっちは年食ってね、
人生経験してるし、向こうは向こうで違う環境で育って、私たちが歩んでた青春時代とは違う環境で育ってるわけだから、意見が食い違うのは当たり前なんですよね。だからお互いがどこで真ん中取って歩み寄れるか考えてみてください。ずっと喧嘩ばっかりしてるよりも、どこかこれだったらお父さんとお母さんの意見に賛成できる、ここまでだったらあなたたちの言い分を聞けるっていうところを探してみてください。この年になって思うのは、どちらかが正しいというのではなくってね、なるべくいがみ合いを少なく円滑に生きていくのは、やはり相手の思考も考えながら物事を処理していかないといけないなと学びました。だからね、もし今あなたが会社、学校、家庭で意見が衝突している問題を抱えているのならね、一歩その渦中から出て、相手の真実は何なんだろうと考えてみてください。そして自分の真実は何なんだろうと。もしかしたら今まで見えなかったものが見えるかもしれません。敵を責めるには敵を知り己を知ることだという格言がありますよね。この年になってなるほどな、うまいこと言ってるなと感心しています。少しいざこざの中にいる自分を外に出してみて、外からその出来事を眺めてみてください。もしかしたら発見があるかもしれません。信じる者は救われる。お試しあれ。じゃあ今日はこの辺で。バイバイ。